皆さんこんにちは。今回の動画のテーマですけれども、半年以上前ですね、テンバガーの銘柄を探すにあたってデータ分析を使いたい AI 発掘といったような内容の動画をご紹介しました。仮に AI による判断というところまでプログラムするとしても、その判断に有効となってくるデータというのを集めてこないといけません。ということで今回、小型株の踏み上げを見極めるのに非常に有名なインフルエンサー、トンピンさんが最近言及している改版及びビューティー花壇に見られるデータの共通性というのをご紹介したいと思います。そして踏み上げが起きそうな銘柄というのを探すのに有効とされるようなデータというのを候補として今回ピックアップしました。これをもとに今足元のデータを照合すると、改版ビューティー花壇の他に4銘柄似たような状況の銘柄が上がってきましたので、これが今後株価踏み上げ冒頭につながるかというのを確認していきたい。そんな4銘柄をご紹介したいと思います。よろしければ今回も最後までお付き合いください。なぜこのような動画を作っているかというと、もともと半年以上前からテンバガーの銘柄を当チャンネルのデータ分析使用して発掘してみたいというような企画はやろうとしていたんですけれども、最近良くも悪くもインフルエンサーが取り上げているような銘柄、これをテーマにすると、わけわからんやつがツイッターでカモラレが改版のようなして株を推奨していて、うんざり、辟易するみたいな、このチャンネルが何をご紹介したいか本質も考えずにつぶやいちゃうやつがいたんで、ちょっと進めていった方がいいかなということで、急遽このテーマを取り上げている次第です。ということで、少しおさらいしますと、例えばとある銘柄に関してマーケットの中で不動株が流通している。そんな中で信用買いの比率というのが高まっていくと、この株券というのは証券会社が調達することで、名義は証券会社のまま、ただこの株券自体の損益というのは信用買いを行った投資家に帰属するという形となっています。そして証券会社はこの株券をただ持っているだけではもったいないので、空売りを行うヘッジファンドのような機関投資家に対して貸し出しを行うことで手数料を設ける。そしてヘッジファンドは空売りを行いますので、こちらの株券というのは回り回って再びマーケット上に帰ってくるという形ですね。ですのでこの構図だとマーケットに対するインパクトはそれほどない。あるいは空売りのヘッジファンドが他の機関投資家から現物株を調達してくることで、空売り側の数量の方が優勢となってくると、株価としては上値の重い展開になってくる。そうするとさらに株価安くなるということなので、現物買いあるいは信用買いが膨らんでくる。そんな状況の銘柄の中で、例えばこの銘柄が何かいいニュースが出た時に株価が上がり始めるとなると、信用買いをしている人が真っ先に抜けようとします。ポジションをクローズするか、あるいは減引きをするということで、この緑の株券を返してほしいわけですけれども、先ほど申し上げたように、この前提となるのが銘柄のいいニュースで株価が上がり始めたような局面ということで、空売り業者としては含み損の状態となると、この緑の株券を返したくない立場になります。しかし証券会社真ん中の立場からすると、信用買いをしている人に手当てを行わなければいけないということで、マーケットから同じ銘柄の別の株券を買えば信用買いのポジションクローズができる。理論上はできるわけですけれども、本当はこれはしたくない。なぜなら、証券会社にとっては緑の株券の損益については信用買いの顧客に帰属する形ですけれども、×印のついている青の株券、これを調達した上で信用買い顧客に返すと、これ以降は証券会社に損益が帰属するからですね。ただこの手段を取らざるを得ないくらい株券がもうどこにもない、調達する場所がないというような状況になった場合はですね、その最初の株価上昇というのがきっかけとなってどんどんと踏み上がっていく、爆発的に株価が上昇していくということで、この構図の中でデータとして理想的なのは信用買いのポジションが膨らんでいくとともに空売りのポジションも膨らんでいく。そんな中で何かいいニュースが出たりなど株価上昇のきっかけが現れるとともに信用買いのポジションが徐々に減っていくといったような状況が株価踏み上げが起こる銘柄の候補ではないかと捉えられるわけです。それでは以前の動画でご紹介した改版の空売り算、そして信用売買のデータ、1週間ごとの推移をご覧いただきますと、こちらオレンジのグラフが空売り算、そして下に出ている水色のグラフが信用買いの数量となっています。そしてその時の動画ではこの矢印の部分までデータ更新していましたけれども、3週間経ってさらに空売り算
そして信用買いともに数量が拡大していっている方向ですね。株式の需給がさらに逼迫した状況になっている、踏み上げが起きやすい状況ではないかと考えられるわけです。ということで、先ほどイメージ図でロジックをお話ししましたけれども、それぞれのデータですね、空売り算あるいは信用売買のデータを使って不動株比率と割合を対比することで同じような状況の銘柄を探してみたいと思います。今回は一歩踏み込んで具体的に候補となるデータというのを計算していくわけですけれども、まずは分析対象とデータについてご紹介しますと、こちらどのような銘柄を対象としているかが縦軸、そして横軸が今回の分析で使用しているデータです。まずは縦軸、銘柄について今回対象としているのは東証のスタンダード市場およびグロース市場に上場している1976社を対象としています。そしてデータとしては数字がずらっと並んでいますけれども、大きく分けて左半分と右半分に分けられます。それぞれ4つずつデータがありますが、オレンジの枠で囲っている左側の方が空売り算および信用売りのデータから算出される項目、そして青の線で囲っている右側が信用買いのデータから算出されるデータ項目となっています。それぞれ購買、近似値、直近比率、差という4つのデータを計算していますけれども、これが何を計算しているのか、再び改版のグラフでご説明したいと思います。まず1つ目、購買についてですね。これは空売り算の数量と信用買いの数量それぞれでですね、ご覧いただいているグラフの期間約半年間で近似直線を引きます。この近似直線の傾きというのが購買になります。最初ご説明した構図の通り、それぞれどんどん膨らんでいく形というのが理想という過程のもとですと、この購買というのは大きければ大きいほど需給が逼迫する方向に進むというデータですね。そして2つ目のデータ、直近比率というのは一番足元で取れる空売り算や信用売買のデータ。このそれぞれの不動株に対する比率ですね。一方で近似値というデータに関しては、今引いた近似直線を元に計算される直近の数値です。ピンクのラインや青のラインのそれぞれの一番右端の数字と考えていただければと思います。そうすると一番足元9月8日のデータですと、ピンクのラインよりもオレンジの棒グラフのが上に出ている。近似値よりも直近比率の方が高いという状況です。この差を取ったものが先ほどご覧いただいた4つ目のデータ、差というものですね。これを信用買いの方でも同じような計算で行います。この4つのデータをもとに改版と同じような需給が逼迫している銘柄、小型株というのを探してみたいと思います。ご覧いただいている方の中には、近似直線の勾配、傾きを見れば、それぞれのデータが拡大しているというのがわかるんじゃないかと、なぜ回りくどい直近比率と近似値の差を取らなければいけないのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。なぜ足元のところで近似値と直近の比率を比較しているのか、具体的な例でご覧いただきますと、こちら4487スペースマーケットという銘柄の信用売買及び空売り算のデータです。この場合のオレンジのところ、空売り算のデータをご覧いただきたいと思います。まずこのオレンジのデータで近似直線を引くと多分こんな風に出てくるかと思います。そしてこの時勾配を取ると当然プラスですね、右肩上がりとなっていますので拡大を示してはいるんですが、直近の比率と近似値を見た時にその差というのがマイナスの方向に出ていますね。直近比率の方が低い。こういった需給逼迫の拡大方向に対するピークのところから下がっている傾向の銘柄というのはデータとして弾きたいために購買以外のデータ3種類使っているという形です。そしてまた拡大しているとはいえ、例えば非常に小さな数値、不動株に対して 20% 以下のところで1週間ごとに例えば 1%、2%、3%、4% と増えているだけであれば購買を取るとプラスになっているんですけれども、需給として逼迫している状況ではない。つまりオレンジの棒グラフがどこまで高くなっているかというのもその数値自体が重要になってくるということです。以上を踏まえてですね、データのスクリーニングを行いますとこんな形になります。先ほど申し上げましたように左の4列が空売り算及び信用売りの比率、これに関係する4つのデータ、そして右側が信用買いの比率、ここから導かれる4つのデータとなっています。そしてそれぞれのデータをどのように使って
海浜とビューティー花壇を含む6銘柄、1976銘柄あったにもかかわらず、たった6銘柄だけがスクリーニングされた分析方法というのはですね、まず購買に関して近似直線の購買がプラスになっているもの、当然拡大方向になっているという意味です。そして直近の比率、空売り算や信用売買のデータが不動株に対してそれなりに大きな規模になっているというデータです。これを売りサイドは 60% に設定、そして買いのサイドは 40% に設定しています。先ほどの構図のご説明で触れましたけれども、空売りを行うヘッジファンドが別の機関投資家から現物株を調達してこれば、信用買いの株数以上に空売りが行われて上値の重い展開になるという部分ですね。基本的にはその構図からもお分かりいただけると思いますが、オレンジと水色の棒グラフ的に今回のデータで説明力が高い、寄与度が大きそうなデータというのは相対的には売りサイドの方が重要になってくるかと考えています。ただ実際にそうなるかどうかというのは、踏み上げが実現するデータというのが集まってきてから再度精査をする必要があり、今の段階では仮定に過ぎないですけれども、一応スクリーニングとして売りサイドを重視している形。これで少なくとも海浜やビューティー花壇は拾われてきていますので、ある程度問題ない過程かと思います。そして近似値と直近比率の差の部分に関してですね、売りのサイドはマイナス 10% 以上、つまり0以上に関しては近似値よりも実績の比率の方が高いということで、データ規模拡大が続いていると考えられ、さらにマイナス 10% から 0% はデータ規模の縮小に転じている可能性がありますけれども、10% までならマイナスに転じてそこまで大きな規模になっていないと。もしかしたら手遅れの水準かもしれませんが、逆にもしかしたらまだ間に合うギリギリの可能性もあるということで、少し広めに取っているレンジとなっています。一方で買いサイドの方ですけれども、こちらの差に関しては制限を設けていません。なぜかというと、これも踏み上げギリギリのところを見極めたいという思いもありますし、加えてですね、構図のところで申し上げたように、信用買いのところが拡大から転じて徐々に切り下げていく水準になってくると踏み上げが起きやすいと申し上げました。ですので、もしかしたらもう拡大から転じ始めているような銘柄があるかもしれないということで、制限を設けずに、主に売りサイドのデータを重視した形をとっています。ただ、このデータ制限を行うだけで、1976銘柄のスタンダード及びグロース市場は6銘柄に絞られます。この中でもおおむねの銘柄というのは小型株で投資家から触られてもいないようなそれぞれの比率のデータが0近い数字が並んでいる銘柄というのがかなり多くあるので、このスクリーニングだけでも銘柄をここまで一部に絞るのに十分ということですね。ということで、海浜とビューティー花壇以外は上から順番にアレント、インフォリッチ、メイホーホールディングス、スマサポという銘柄が浮かび上がってきました。ということで、この4銘柄を今後ウォッチして、実際に株価の踏み上げが起きるかどうかというのを確認したいわけです。仮にですね、4銘柄のうち全てあるいは3銘柄でも株価の踏み上げが起きて暴騰するというような事象が起きれば、今回のデータの説明力というのが高いと考えられますし、AI による天馬川候補の判断に今回のデータをプログラムで構成するべきと判断できるわけですね。ということで、それぞれの現在の状況、空売り算と信用売買のデータをご覧いただきますと、こちらです。左上のアレントや右下のスマサポに関しては、絶対値の比率が高い状況が非常に長く続いています。一方で、右上のインフォリッチ、左下のメイホーホールディングスは、ここ1、2ヶ月で急激に空売りや信用売買が拡大しているという状況ですね。そして、右下のスマサポだけは、足元1、2週間で少し空売り残の規模が落ち着いてきている。最もピークだったのは8月の中旬10日のあたりですね。そしてそれぞれの株価推移をご覧いただきますと、こちら。左上のアレントだけは上場してからの株価推移、そして他の3銘柄に関しては6ヶ月間の推移をとっております。今ご覧いただいていた空売り残信用売買のデータ4月末からとほぼ同期間となっていますが、アレントに関しては横ばいが続いているという中で空売り残信用売買が拡大していっているということで、一番状況としては期待できる位置にいるのかなというところです。右上のインフォリッチはかなり株価上がってきている。一番安いところから倍以上になってきている状況ですね。そして左下のメイホーホールディングスに関しては7月中旬に一度踏み上げがすでに生じている感じです。
そこから少し落ち着いてきているということで、空売り算や信用売買のデータがまだ元の水準に戻っていないので、もう一度踏み上げが起こるかどうか、2度目が来るかというのが焦点になってきます。そして右下のスマサポ、少し落ち着いてきている可能性が高いという銘柄ですけれども、こちらも6ヶ月間の中では相対的に高い位置にいますので、この4つの中では期待度は相対的にはあまり高くない印象かなというところで、今回使用したデータから踏み上げが起こるか判断できるのかどうか実証する。それも兼ねて、ただ見ているだけでは面白くないですので、左上アレントと左下メイホーホールディングス、右上のインフォリッチをそれぞれ2対2対1ぐらいの比率で実際ポジション持ってみて今後確認してみたいと思います。分析途中ということで、今後またこの企画、小型株への投資というテーマの中で、天馬川を探すという意味合いでも続けていきたいと思いますので、ご覧いただいている方は真似してポジションを構築せずとも、また当チャンネルで動画として復習していきますので、楽しみにお待ちいただければと思います。ということで、今回の動画のまとめですけれども、今回使用した受給のデータ、空売り算や信用売買から天馬川 AI 発掘に使えるデータなのかどうかというのを検証していく作業ですね。データの候補をご紹介しました。別に当チャンネルが外販やビューティー花壇のような指定株をおすすめしているという事実は一切ありません。そんな風に見えたのなら、ほとんど飛ばし飛ばし見ているだけ、もしくは鼻でもほじほじしながら見ていたんでしょうか。私の伝え方が悪かったんでしょうね。力至らず申し訳ございません。引き続き楽しんでご覧いただける方には、今回ご紹介した4銘柄がどのような経過をたどっていくか、受給のデータが天馬川の事前の説明力に使えるのかどうか、またしばらくしたら動画で検証したいと思います。クオンツ投資という分野がありますけれども、今回のように仮説を立ててデータ分析を行い、理想の結果が出ているかというのをよく頻繁に用いられる方法としてバックテストですね。過去のデータから過去の結果、丸×判定して有効性、説明力というのを検証する方法を取りますが、相場の世界においてバックテストというのを行ってもあまり再現性はない。そもそも将来の相場というのが過去の相場で説明がつくんであれば、誰もそんなに投資に困らないというか、悩まないというかですね。机の上で過去のデータをこねこねして過去の結果を確認するのも楽しい人にとってはいいんでしょうけれども、新入りくんはあまり好まない。そのあたりが新入りくんの会社での立場を狭めているんでしょうけれども、これは上司に対する皮肉ということで、そんな世界もあるんだなと聞き流していただければと思います。ということで今後も天馬川発掘プロジェクトにご興味、ご関心ある方は高評価、チャンネル登録していただけますと幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。